Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station. それでは東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 本日の留学生を東洋言語学院の石川が紹介します。本日のアートスペシャル1人目のゲストは王角東さんです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。王さん、今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。王さんは今日アートスペシャルなんですけれども、いつから美術の勉強というか美術に興味を持って始めたんですか？はい、そうですね。私は小さい頃から、絵画に興味があって、正式に美術を勉強したのは中学生になった頃です。あ、そうなんですか。はい、でも小さい頃から絵画に興味があるっていうのは描くのが好きだったんですか？はい、描くのが、好きです。そうなんですね。じゃあ子供の頃からいろいろお絵描きをしていたお子さんだったんですね。はい、中学校からはどんな勉強をしてたんですか？絵画の勉強。私は、美術の学校に入って、なんか週末で、美術総監の授業を受けました。なるほど。じゃあ普通の平日は学校に行って、週末はその美術の学校に行って美術の絵を描いたりだとか。はい、そうです。絵を描くで勉強、はい、をしていたんですね。どのくらい描くんですか、それ絵を描くときって？で1日なんか6時間。はい、私も全然そういうもう本当に東洋言語学院にアート系の学生たくさんいるんですけれども、私自身は全然アートっていうものに触れ合ってこなかったのでいつもびっくりするんですけど、6時間絵を描き続ける。はい、そうですね。それは大変じゃないんですか？描いてる間は。いや、集中したのなんか時間があんまり気にしない。あ、そうなんだ。はい、そうです。じゃあもう描き始めて集中して描いてて、気がついたらもう6時間も経ってるっていう感じなんですね。はい、すごいな。そうなんだ。聞き忘れてたんですけど、王さんの専攻、絵を描くことが昔から好きで、でも今の専攻というかアートの種類勉強してることってちょっと違うんですよね。はい、今は、建築デザインです。あ、そうなんですね。建築デザインを今は勉強してる。どうして日本で建築デザイン勉強しようと思ったんですか？私自身は、隈研吾さんの作品が好きで、あと日本で、建築総合の知識を学んだ方がなんかいい経験になりそう。なるほどなるほど。日本に好きな建築家の方がいらっしゃって、隈研吾さんって日本でもすごく有名な建築家さんですよね。はい、がいて、でその日本で建築を学ぶことによって自分にとって勉強になるんじゃないかっていうふうに考えたんですね。はい、そうです。なるほど。で、確か日本では美術の大学でも建築を勉強できるし、理系の大学でも建築学部ってありますよね。はい、で、王さん日本で美術大学の大学院に行こうと思ってる。はい、そうです。はい、日本で好きな建築、さっき隈研吾さんって言ってたんですけど、特に好きな建築ってありますか？はい、オリンピックのために建てた国立競技場が好きです。国立競技場、夏に行われた時にも話題になりましたよね。はい、建築何ですか、競技場の中で観客があんまりいなかったけど観客がいるみたいに見えるみたいなことが結構話題になってたと思うんですけど、この国立競技場どこが好きなんですか？全体の形が好きですね。はい。なるほど。形？はい。建物の形と丸い形が好き。そうなんだ。なんか私たちから見るとすごいな、かっこいいなっていうふうに単純に思うんですけど、やっぱアートを専攻してる王さんから見るとまたちょっと違った魅力が見えるのかもしれないですよね。はい。じゃあ王さん、そんな日本で美術の大学院に進んで研究したいことってどんなことなんですか？私は、障害のある子どものために
教育施設についての研究をしたいです。なるほど。それもうちょっと詳しく聞きたいんですけど、障害のある子どもたちのための教育施設ってどんなものをイメージしてるんですか？私は、博物館を作りたいと思います。博物館？はい。それなんか障害のある子どもたちのための博物館っていうのは普通の博物館となんか違いがあるんですか？なんか視覚障害の子どもたちを対象にして、物の置く場所とか、色の選択とかなんか注意しなければならない。なるほどなるほどなるほど。その博物館、普通の博物館とは違ってその視覚障害のある子どもたちでもその博物館の良さというかその展示物の良さっていうのが味わえるような工夫がたくさんされた施設が作りたいっていうことなんですね。なんでそこに興味を持ったんですか？だから私は自分が、美術館とか博物館が好きなので、障害の子どもたちにもなんかこうした施設で学ぶことができるを思ってなんかこういう施設を建てたいと思います。障害のある子どものための教育施設ってすっごい具体的な目標じゃないですか。はい、なんでその障害のある子どもたちのための博物館っていうところに興味を持ったんですか？私の母は、障害者向けの仕事をしているので、多分自分が、その影響を受けて障害のある子どもたちのために何かしたいと気持ちを持ってこの研究を進みたいと思います。そのお母さんがそういう仕事をしてきてるのをずっと見ていて、はい、じゃあ王さんは自分が得意としているアートでそこにどんな風に力になれるかなっていうことを考えたんですね。はい、すごい王さんの研究で社会がすごく良くなっていくんじゃないかっていうことはよく分かりました。じゃあちょっと話変えてですね、この番組ではゲストの学生たちに好きな曲を紹介してもらってるんですけど、王さん作品を作る時ってさっき6時間絵を描くっていう風に言ってたじゃないですか。はい、そういう時って音楽聴いたりするんですか？たまに聴きます。たまに聴きます。はい、じゃあそんな時によく聴く日本の音楽があったら教えてもらいたいんですが、どうでしょうか？そうですね、私はよくKinKiKidsさんの曲を聴きます。なんか好きなアーティストですし、自分が落ち込んでいる時にはいつも2人の曲を聴いて、力がもらえました。へー、はい、KinKiKids、はい、KinKiKidsいいですね。意外とこの東洋言語学院の学生からこれまでジャニーズの曲が出ることって少なかったんですけど、KinKiKidsのどんなところが好きなんですか？まずはKinKiKidsさんの曲はメロディーとか歌詞とかすごくいいだと思います。何より2人は、歌がとてもうまいと思います。じゃあ王さんのこの作品作りのパワーにもなっているKinKiKidsさんの曲を聴いてみましょう。私が好きな日本のアーティストはKinKiKidsさんです。よかったらKinKiKidsさんのシンデレラクリスマスをお聴きください。東洋言語学院アートスペシャル、2人目のゲストは張行来さんです。皆さんあけましておめでとうございます。張です。中国から来ました。張さんありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはアートスペシャルですから、張さんがどんなアートをやってるのか聞きたいんですけど、張さんはいつからイラストの勉強を始めたんですか？大学3年生の時。大学3年生の時からなんですね。はい。ってことはそれまでは
また違う勉強をしてたんですか？はい、私以前はデジタルメディアという専門です。デジタルメディアの勉強をしてて、そこから3年生になってイラストに変えたんだ。はい、そうです。なるほど。それは何かきっかけがあったんですか？私はやはり絵を描くことが好きなので、ラジオとかSFX などの内容はあんまり興味ないです。なるほど。一回勉強始めたものの、やっぱりイラストの方がやりたいな、絵描く方が好きだなっていうふうに思って専攻を変更したんですね。はい、そうです。なるほどなるほど。で、今日本でこのイラストレーションで大学院に行こうと思っているっていうことなんですけど、どうして日本に来ようと思ったんですか？日本のデザインは世界中でも強いと思いますし、あとは生活費と学費もヨーロッパより安いです。いや、それは大事なことですよね。はい、日本のイラストレーションにもでもいいなっていうふうに思って日本で勉強したいっていうふうに思ってくれたんですね。はい、そうです。ありがとうございます。じゃあそんな張さんが好きな日本のアーティストっていうのもいるでしょうか？はい、あります。日本の女性写真家の蜷川実花さんです。へえ。なんかイラストレーションの話をしてたからイラストレーターの方の名前が出てくるのかなって思ってたんですけれども、蜷川実花さんって確か映画も撮られたりしてるすごく日本でも有名なアーティストの方ですよね。はい、どうして蜷川さんが好きなんですか？彼女の構図とか色使いは勉強になりました。確かにものすごくなんだろう、迫力があるというか、すごくインパクトがある写真が印象的な方ですよね。はい、そうです。張さんのじゃあ自分の作品を作るときにそういう蜷川さんの写真とかから影響を受けたりだとか、なんかインスピレーションもらうみたいなこともあるんですか？最近は油絵を勉強しました。油絵の勉強をしているときにその蜷川実花さんのその色彩だったりだとかっていうのが参考になる？はい、そうです。なるほどね。ちょっとイラストの勉強をしていたらイラストレーターの方からインスピレーションを得るのかなって思ったんですけれども、やっぱりアーティストの人たちっていろんなところ、日常の中のいろんなところから影響を受けて刺激を受けて自分の作品に還元していくんですね。はい。あと私この間ちらって張さんとこの美術大学院の担当の先生が話しているところを学校の中で聞いたことがあるんですけど、なんか社畜っていう言葉が聞こえてきて何の話してるんだろうってびっくりしたんですけど、張さんどんな研究をしたいと思ってるんですか？やっぱり私たちは働くことは必要なんです。でも働くことって人生が良くなったり、社畜で言葉みたいに悪くなったり、働くことってすごい大きなことだと思います。なるほど。実際に今社会人をやっている私にはすごく響きますね。働くこと、確かに働くこと、この仕事っていうのが人生に与える影響ってすごく大きいですよね。はい。張さんのそうした作品の中にそういう働くことっていうのが関係して出てくるっていうことなんですかね？はい、そうです。なるほど。どんな作品作ってるんですか？働く人のプラスやマイナス、いろいろな気持ちを作品で表現したいです。なんかこの張さんの作品を見ると私も働くっていうことがもう一度見つめ直せそうな気がします。新しい年ですしね、そういうことも考えていきたいです。はい、では張さん、作品を作るときによく聞く日本の音楽ってあるでしょうか？はい、あります。どんな曲？アルカロイドとバルギューリのアーティスティックパルチザンという曲です。なんかすごく難しい言葉がいっぱい出てきたんですけれども、これどんな曲なんですか？とてもパワフルな曲で芸術と関係のある歌詞だと思います。こういう曲はちょっと12秒みたいな内容ですが、諦めたくなった時に聴くとやる気が出ます。パワーをもらえるような曲なんですね。アーティスティックって確かに言ってるから芸術ともちょっと関係があるような歌詞なんじゃあそこにも注目して聴いてみたいと思います。私の好きな日本の曲はアルカロイドと
バルキューリのアーティスティックパルチザンです。よかったら来てください。東洋言語学院アートスペシャル、3人目のゲストは王潤沢さんです。明けましておめでとうございます。王潤沢です。ありがとうございます。王さん、なんかこうスタジオというか、ここ図書室なんですけれども入ってきた時からすごくリラックスした感じで、普段通りの王さんっていう感じで入ってきてくれましたが、あんまり緊張してないですか？今があんまり緊張しません。いいですね。その自然体で、じゃあちょっとおしゃべりをしていきましょう。王さん、確か絵を描いているって聞いたんですけど、どんな素材を使って絵を描いてるんですか？一般に、まずインターネットで自分の素材を探して、平凡のことを、自分の考えを加えて自分のものになった後のことを、絵を描きます。なるほど。こうなんかインターネットとか日常の中から素材を探して、でそれを自分の中で想像、いろいろイメージを膨らませて作品にしていくんですね。こう使っている道具は油絵です。そうなんですね。何か特徴的なモチーフというか、王さんの絵の特徴ってあるんですか？特徴がやはり平凡のことです。今の時代か、今のアートが個性すぎる、自分の作品が自分だけ理解できるという状況になってしまいました。私が絵を描くときができるだけ多くの人に理解させて、その目的を持っていて絵を描きます。なるほど。アーティストの人の絵って確かに私も美術館とかにたまに行くんですけれども、見てこれ何を描いてるんだろうなでも私本当にそれこそ大阪より平凡な人だから、何を描いてるんだなって分からないことが多いんですけれども、そうじゃなくてみんなに分かってもらえるような絵っていうのは一つ王さんの中のテーマなんですね。はい、これが私の目指す目標です。そうなんですね。何か特にモチーフにしているものというか、よく描くものってあるんですか？人物、高齢者。はい。みんなも高齢者になるある日があります。だから今で高齢者になった日を考えたら、将来のことを心配少しだけ減っているかもしれません。今からその将来のことを考えて、その今まだない将来をイメージして絵にしていく。はい、そうです。ですね。そしたら目の前にいる人を描くっていうよりは、王さんの頭の中でイメージ膨らまして描くっていうイメージ。はい、そうです。誰かモデルがいるんですか？モデルがもちろん一番いい選択肢ですが、実は困難です。だから一般的にインターネットで写真を探すことと、自分の、置いた後のイメージを想像して絵を描きます。なるほど。じゃあ自画像みたいなもの多いんですね。面白いですね。ところで、どうしてその絵を描くことっていうのを始めたんですか？それは高校時代、高校2年生の時初めて、実は一番早いの目標が大学に進学したい。その時自分の成績がちょっと悪いそして先生の意見を聞いて、やはり絵を描いて、もしその才能があったら大学に進学できる。だから、自分が自信を持っていて絵を勉強して始めました。それはじゃあその高校の先生の言葉ってすごく強いですね。いいきっかけだったんですね。はい、そうです。高校の先生は王さんのことをよく見ていてくれて、いや王さん絵があるじゃないかっていうふうに言ってくれたんだ。はい、そうです。なるほどね。じゃあそんな王さんが絵を自分で描くのすごく好きなんだと思うんですけれども、見るのも好き？はい、よくに美術館に行って、やはりそうです。そうなんですか。好きな画家、特に日本人の方とかっていらっしゃるんですか？それはもちろん奈良吉友さんだと思います。奈良吉友さん、私が知ってるのは子供の絵をよく描かれてる方だと思うんですけど、なんかさっき王さんが言ってたのと逆ですよね。王さんは高齢者の絵を描いていて、で奈良さんは子供の絵をなんかよく描いてるイメージがあるんだけど、何か好きな理由あるんですか？奈良吉友さんが
残酷の可愛い、そういうイメージを表しました。私が、このどういうやはり若い時に自分が大人になったらどういう姿を想像して、本当に置いたら若い時にはどんな美しさを、表して、そういう哲学のことだと思います。王さんはこれから美術大学院に行きたいって思ってるって聞いてるんですけれども、美術大学院ではどんな研究をしたいんですか？どんな研究？平凡に対する共感を利用して芸術家と芸術鑑賞者の差を縮めるという研究を行いたいです。研究者ですからね、お正月からちょっと難しい話が出てきたんですけれども、芸術を作る人、芸術家と見る人の距離がちょっと遠い。はい。なるほど。この距離を縮める、距離が遠いっていうことですね。距離が遠いってどういうことですか？距離を取る、例えば芸術家の作品がみんなに理解されない状況にたまたまにあるですよね。そのように私がこの芸術家の絵を描くときに自分の感情がとても奥のところに書きされました。できれば芸術言語でその隠される感情を表面に浮かべて、それはもっと良いだと思います。もちろんこれが自分の意見です。すごくよく分かりました。芸術家の人が作品を描くときにそこに自分の思いみたいなものを入れるんだけど、すごく奥の方に隠されてしまう。はい、そうです。それを表に出していきたいんだ。はい。すごい面白い考え方ですね。なるほど。皆さん東洋言語学院の学生たち、今美術大学院に進んでいきたいという学生たちの話を今日聞いてるんですけれども、もちろん日本語は今勉強中で、これなんて言うんだろうって思うところも今日もあったと思うんですけど、考えてることとかアイデアとかについては本当にもう私たちが考えつかないようなことをたくさん教えてくれるんですよ。もう本当に私たちいつも尊敬してます。ありがとうございます。では今日のですね、曲をちょっと紹介してもらいたいんですけど、王さん、作品書くときに曲を聴いたりしますか？はい、たまにゆっくりの曲がよく聴きます。今日ちょっと日本の曲を教えてほしいなって思うんですけれども、どんな曲教えてくれますか？ちょっと恥ずかしいかもしれません。私が作品を書いた時に聴いた曲は花澤香菜さんの恋愛サキュレーションです。花澤香菜さん、はい、声優の花澤香菜さん。そうです。そうなんですね。どうしてこの曲が好きなんですか？やはり実は私が悪い人だと思います。だってそんな可愛いで綺麗な声で聞けたら、ちょっとだけ自分の良いところで引き出す、そういう感覚はあります。なるほど。花澤香菜さんの綺麗な可愛らしい感じの声を聞くことで自分のいい面が引き出されていく、はい、そうです。なるほどね。そんな風に、いやちょっとこれもびっくりしませんか？こんな風に曲からインスピレーションをもらって、それが王さんの作品になっていくわけなんですね。はい、そうです。ありがとうございます。今日私もう王さんの話を聞いて、アートとの距離っていうのがちょっとだけ近づいたような気がします。ありがとうございます。私好きな曲は花澤香菜さんの恋愛サキュレーションです。よかったら聴いてください。勘弁してください。東洋 Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station